ぞ。秋といえば、職業体験の季節がやってきましたね、先輩。アジーム、ジャーナリストになろうと思います。向いてると思うんですよ、ジャーナリスト。なんで、なろうと思います。着きましたよ、先輩。ここで何やらジャーナリズムが開かれているようなんで、潜入していこうと思います。あ、これはバイクジャーナリストでしょうか。すごい数。バイクのオフ会かなんかかな。これはやったかもしれないですよ、先輩。アジームなんと言ったってバイクのジャーナリズムが一番向いてると言ってもね、自信ありますから。なんて言ったってアジーム小型練り MT 免許持ってますから、これは言ったんじゃないですか、先輩。バイクジャーナリストのアジームですって感じで決めてやろうと思います。いいんじゃないですか。取材会にご出席いただき誠にありがとうございます。ダックス125の開発の狙いは、ファミリー&レジャースニーカー、これです。ダックスの名を継承することを念頭に、家族の一員として愛され、すれ違う人まで、笑顔にハッピーなダックス125のシュースペシャリストを担当いたしました金沢でございます。はい、金沢です。よろしくお願いします。ダックス125の社会設計を担当いたしました上高でございます。上高です。よろしくお願いします。ダックス100出荷台数の推移でございます。二輪市場全体ですね、非常に活況という状況でございますが、その中でも、この原付2種クラスですね、非常に着実に拡大しており、そこを牽引しているのが、このピンク色の部分ですね、我々ホンダが、引っ張れているかなというふうに、我々としては考えております。なんかスペシャリストがたくさんいましたね。アジーもスペシャリストなんで、それは通ずるものがあるというか、すごく共感できるなっていう説明でしたね。これはもう、スペシャリストとしてアジームもやりたいなと思います。叩いたら鉄ってわかるんですか？だってほら音がプラスチックだったらこんな高い音だし、そっか。プラスチックだとこんな音、こんな音。そうこれ結構重要かも。確かに響く音がする。そうだ。スチール。緊張したりってしますか？緊張します。あ、そうなんだ。普段乗らないので。今からもう乗るんですか？もう乗ると思います。結構ね、アジーもジャーナリストとしてうまくやっていけそうな感じがすごくしています。今からいよいよ市場の場所に向かうということで楽しみですね。アジーム、ゴー！試乗する時の心得とかあるんですか？試乗する時の心得。はい。ここに気をつけるとか、これが大事とか。やっぱり、やっぱり立ちこけしないが一番ですね。もし立ちこけしちゃったら、どうなるんですか？でも、メーカーさん優しいので、ごめんなさいで済む場合もあるし、これ言っていいのかな、なんかパーツ交換費用払うとかもあるけど、倒さないのが一番です。怖いですよね。いや、怖いですね。緊張しちゃう。緊張しますね。でもアズリムチャンネル。何それって。着きました。レンズが。出しに行きましょう。で、あります。はい。フードっていうところに、なんかその修理の。思ってたよりもすご
ごいアットホームな職場っていうか、アズイムもいていいんじゃないかって思えるような雰囲気があります。ジャーナリズムアズイム頑張ぞー。はい。OK です。これは、レンズを変えるんですね。はいはいはい。関野さん、はいなんではい。これを撮るとき、車体を撮るときは長いレンズで、部分が短いレンズあ、望遠レンズを使うと歪みがなくて本来の形が見せることができる。それで望遠レンズっていうのを使ってます。なるほど。はい。部分エンジンとかを撮るときはちょっと機能性のある標準レンズというのをズームレンズというのは使います。ものに応じてやっぱレンズを変えるっていうのが、我々の。へえ、勉強になります。セオリーがあって、業界用語で言う七三っていうとバイクを真横からちょっと顔を見せながら横もが見える横だったらほら顔の正面が見えないだからよく七三っていうのそうなんですね。よくやるガチカメラ目線です。はい。目力一発で。めっちゃいい写真撮れましたよ。わかります？ロータリーなの。ニュートラルから踏んで上に上がります。2、3、4。2、3、4。今までの1と2の間のニュートラルではない。あ、わかりました。はいあ、今までと違う？そっか。踏んでいけばギアが上がってく。ありがとうございます。ってこんなに不安になるんですね。まずちょっとそれが初めての経験だからドキドキする。待って今2、3どっち？ これで1か。俺遅れる系はないんですよ。すごいですね。結構時間早めに着いちゃわないと気が済まないですね。だから古田で C 集合とか6時半とかそうすりゃダメなんです昔から。心配になっちゃって早めに出ちゃう。だったら向こうで待った方がいいや。たった今入ってきたジャーナリストの先輩に教わった情報によりますと、この後なんと本田先輩のスペシャリストに直接質問ができるコーナーっていうのがあるらしいんですよ。どうしよう。なんか聞きたいこといっぱいあるんですけど、どこまで言ってよくてどこからが失礼なんだろう。いやー、思い切って質問できるかな。どんな雰囲気なんですかね。ここはビシッと質問していこうと思います。マジで緊張する。あとはブローに言うとハンドルの角度とかこの辺からも影響してくるんですよ。モンキーが角度とかっていうことで、人サポートしてる。あれでやっぱりライダーも
それは全部見えるんですから、システムで。はい、いいですか。いや、すみません、ちょっと撮らせていただいてるんですけど、私資料にあったようにまさに去年 MT の小型限定撮ったんですよ。それも C125 が乗りたくて撮って、で逆に私 AT が嬉しいんですよ、増えることが。そうなんですけど、やっぱりダックスって名前だと単速でシート低いのかなって思ったら、やっぱ思ったより高くて、なんか最近小型いっぱい出してくださってるけど、みんなちょっとシート、私とか女性にとっては高いものが多い気がして、なんでなんだろうなって思っているんですけど。なんででしょう。難しい。若い人には分かるように説得にしてください。それはね。言い訳っぽくなっちゃうところ。やっぱり必要な、今回ダックスで特にモノコプレで内容物で入れたいものがあります。さっき言った高速距離取りたいし、走りのためにアクリル内容で取りたいし、安全性のためには ABS つけたい、インジェクションのためにポンプつけたい。どうしてもそうやって入れていくと、ある程度やっぱり容量出てきてしまうんですね。かつやっぱり横を広げていけばシート高はやっぱ下がってくるんです。でもそれをやっちゃうと結構数字では低いんだけど、またから足つき合わなくなる。で、現状の今の内容物でいうとバランスが取れてきているのが今の、今回ダックスモンキーも長く75ミリっていうところなんですけど、あとはここら辺の形状でできるだけ足つきを良くするみたいなことを頑張っているんですけど、パッケージングでいうとなかなか難しい。開発段階で、はい、なんかカメラの電源切れちゃってたんですけど、DM 多分ちゃんと質問できたって思います。いろいろ答えてくれました。ここ解散ですぐ出なきゃいけないみたいなんで出ます。焼肉。ここで雑誌が作られているらしいです。ヘルメットがいっぱいある。いいです。簡単にニュースファイルに書いてる。1ラインがですね、はい、17ワードで、この行が35ある。絶対その文字ぴったりじゃなきゃダメってことですか？まあこの行数に合わせてみんな書いていただいてます。大変ですね。今日は一日働かせてくださってありがとうございました。お疲れ様です。大変なんですね。バイク雑誌作るのって。発表した後に楽譜を弾いたりとか、楽譜をもとに浜谷さんが原稿を書いて、それをまた構成して、いろいろやって締めてもらう。いつも思うんですよ。インプレとか、YouTube とかでやってみようと思うたびに、雑誌みたいにすごいことは言えないし書けない。どうやってやってんだなと思ってたんですけど、一番大事にしていることって何かありますか？そうですね、今やってる雑誌は初心者向けの雑誌なので、あんまり小難しいことはさっき浜谷さんも言ってたと思うんですけど、どうですか？もうどういう文章にしようとかってざっくり。僕は結構考える方ですね、乗ってて。で、気になるところと気に入ったところっていうのがあって、いろんな人にとってそれが気に入るか気に入らないかはわからないので、それとよし悪しはまた別の話。とてもフラットに考えて、いろんな人が乗ってどう思うか。じゃないと、それを混同しちゃうと、ミスリードというか、間違いを犯すし、せっかく作ったあそこに並んだ開発者の人たちにも悪いでしょう。単に速さとかではなく、バイクの楽しさを伝えられる。キャリアはあるけど、そのレーサーみたいに速いというライダーはあんま使ってなくて、一般の人の
目線で書けるような人をライダーにして頼んだりしてます。タンデムスタイルに関わることで、はい、なんか今アルバイト募集とかってしてたりはしまあ、ないいつも社員なり手伝ってくれる人は募集してますので、やってみたいなと思う人はまあ問い合わせてもらえるといいかな。いいかな。はい。まあその採用僕の範疇ではないんで。あ、そうなの。今日一日働かせていただいて。もうめっちゃ働いてるし。食事ありますか？ありがとう。ありがとうございます。アズリムチャンネル。ジャーナリスト、すっごく大変なんだなと感じました。体力も使うし、頭も使うし、コミュ力も使いますね。想像以上に大変で、愛がすごくこもっているんだなっていうのも伝わってきました。今回アズリムが同行させてもらったのは、タンデムスタイル先輩とレディースバイク先輩っていう2つの雑誌の撮影だったんですけど、なんとですね、アズリムの作ったレポートは載ってません。ぜひ、浜谷先輩、時先輩のすごい文章、紙面でチェックしてみてください。次は、どこに社会科見学に行こうかな。ありがとう。いつもありがとう。これからもよろしくどうぞ。かっこいい。いいな。まだまだ撮影があるらしいです。ジャーナリスト、すごすぎる。